高校生の時に教えてほしかった労働法。はじめに。このチャンネルの目的は、アルバイトや就職の前に知っておいた方がいい労働についてのルールを広めること。これは、働く時に不当な扱いを受けることがないようにということを目指しています。不当な扱いの例。残業代がない。賃金が低すぎる。休みがない。一方的にクビにされる。など、例を挙げればキリがありません。不当な扱いを受けたとき、ルールを知っている人は、それがルール違反だとわかるので、自分の主張すべき内容が整理でき、会社に対する主張や行政、専門家への相談ができる。その一方で、ルールを知らない人は、それがルール違反かどうかがわからず、我慢して泣き出入りしたり、争おうとしても何をしたらいいのかがわからない、というふうになります。みんながルールを理解することで、働く側が自分の権利を守る。また、身近な人の権利を守るということができ、雇う側が働く人の権利を守る。こうなると、ルールが守られる社会になります。多くの人は生きるために働いています。決して働くために生きているわけではありません。この場合の生きるというのは、生活のためのお金を稼ぐこと、また、こういった自分になりたいという自己実現を含んでいます。これが目的。働くことはそのための手段。その手段である働くことにおいて、ルール違反による無駄な時間、またそれに対する対応のための手間などが少なくて済む。これがルールが守られる社会。まとめると、労働に関するルールを特にこれから働く若い人に知ってもらうことで生きやすい社会になるといいなと思っています。このチャンネルでは労働基準法などの働く上でのルールの説明を行います。ですが、このルールには例外がたくさんあります。なので、すべてを説明するのは無理ということで、基本の話を中心に行います。基本と例外。例えば、1日の労働時間の上限は8時間までという基本のルールに対して、これを今すぐ覚える必要はありませんが、例外としてサブロク協定を結んでいる場合、変形労働時間制が適用されている場合、再利用労働制やみなし労働時間などが適用されている場合、などなど例外があります。この例外に当てはまる場合は、基本と違ってもルール違反ではありません。こういった例外をすべて説明すれば、いろいろなケースに当てはめて紹介ができます。けれど、結局話が長くなって、細かい話になって、わかりにくくなってしまうので、まずは基本を伝えることをこのチャンネルの方針としています。基本の話が分かっていれば、働く中でこんなことがあった。だけど聞いていたルールと違うなということがあったときに、この違いに気づくことができます。そうなると、そこから今回は基本が当てはまるケースなのか、それとも例外が当てはまるケースなのかということを調べることができます。ではまず、労働って何ということで、シンプルに言えば、雇われて、指示を受けながら働いて、お給料をもらう。これが労働です。例えば、レストランで働く場合、お皿を洗ったり、お客さんからの注文を取るという指示を受けて、その代わりに時給をもらいます。ではなぜ様々なルールが労働について定められているのか。まず何もルールがないと、雇う人、雇われる人の間の力関係は、
雇う人の方が強くなります。これを放っておくと、仕事を休んだらクビ、給料は10年後に払う、仕事中に怪我、自分でどうにかして、といったことが起こってきます。多くの人は働いてお給料をもらうことで生活をしています。ですので、不安定な労働では安心して生活ができません。そこで法律でルールを決める。これによって雇う側と雇われる側を対等な力関係にしようとしています。こうすることで安定した労働によって安心して生活できるというふうになります。これらの労働に関するルールとして定められた法律。例えば、労働基準法では労働条件の最低限の基準を定め、労働安全衛生法では仕事による怪我の予防など快適な職場づくりについて定めています。また、労災保険法という法律では仕事に関する怪我、これによって治療を受ける場合や休業することになって給料をもらえないということになった場合の保障についてルールを定めています。今回の内容は今後の話の前提として少し抽象的で分かりにくい内容でした。次回からは労働者として働く場合を想定して具体的なルールの説明を行っていきます。それではまた。